こんにちは、 SBFJ 利根川です。今日も青空、とっても暑い。道中加須にある栗の木というお店で油かすの入ったラーメンを食べ、釣りをする場所に向かいますが、なんだか雲の色が悪い。いや、流れが予想以上に早いのと、去年より草が刈られてませんね。去年この辺も刈られてたんですけど、これは去年の映像。もっと水際まで草が刈られていました。どうしようかな。いや、何より水が多くて、あの辺平らなんですよ。本来平らなところに土が溜まって緑が生えちゃってる、草が生い茂ってるようなイメージなので、水の方もシートだけ流れが急なんで、どうしましょう。とりあえず釣りをするためには下ごしらえ。今日も網を鎌に付け替えて草刈りからスタートです。暑い時に長靴を履くのはもはや拷問です。手早く草刈りをして水深を確認。この辺で水深が40センチ、この辺で水深が6、70で、コンクリのところが70から80。このラインですね。このラインまでしか、あれだな、違う、このラインまでしかじゃないな。なんだ、暑くて頭働かない。直径3センチくらいの太い草が横たわっていて、足を引っ掛けて転んでしまいそうだったので、ノコギリで除去。世話になってるおっちゃんからサンシャインパインフラペチーノの差し入れ。よし、釣り台完成。暑い。この足元狙います。この後暑さも吹き飛ばすほど肝を冷やすなんて、利根川夢にも思っていませんでした。一体何が起こったのでしょうか。アップして見てみましょう。体重で前足が沈んでしまったので、道具を全部下ろして接地面のでかい足に交換。よし、これで今度こそと思ったら、後ろの足も沈んだので、もう一度交換。同じ工程をもう一回やってます。共にできるようになった状態で、もう汗だくです。すいません、暑苦しくて。ここに来るまでの紆余曲折でめちゃくちゃ溶けてしまったロックアイス。まずはこの水をいただきましょう。うまい。いただきます。ダブル蚊取り線香。試しに5尺の竿で目の前のすぐ下を狙ってみましょう。5尺じゃさすがにあれかな、無理かな。ダメなら7尺にします。今浮きの
様子を撮ってたんですが、ボディ9センチの2ミリパイプトップが戻ってきましたっていうのと、ここにあった太さ 2.5 ミリのパイプトップを今日は使っていきます。ボディは7センチ、極太でございます。っていうのが取れてなかった。見えますかね。あそこになんかの稚魚がいる、ハリコがいる。おお、生命を感じる。オモリベダのドボンにするので、ハリスの長さは20センチの29センチです。水路の美味しい水を確保したいけどゴミが入っちゃう。水路の美味しい水を確保。あ、変な声出ちゃったコンパクトタオルを吸水シュー、よいしょ、ピッと。ゴミは必ず持ち帰りましょう。利根川との約束です。絶対に持ち帰ってください。ぐる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 てんぐるぐる混ぜます。吸水。はい、それでは1投目よろしくお願いします。おい、さあドボンです。何メモリ出るか。3メモリ出て映ってる。あ、残り1メモリになりましたが、なんとか映ってる。ギリギリ映ってる。なんとか映ってる。ピントも合ってない。このぐらいか。もうちょっとやっぱ出し気味でいいのか。浮きの位置がいまいち定まらないので、実際に餌をつけて微調整していきます。しかしこれは激流だ。那須型 1.5 号で止まっていますが、水深が浅いので助かっているのでしょう。餌をいじっていたら変な動きがありました。あれが当たりなのでしょうか。今年は暑すぎるのか、なんだかセミとウシガエル少ない気がするのは利根川だけでしょうか。これだけ緑が多い場所なのに、どちらもさほど存在感を感じません。なんか秋の夕方以降に聞くような虫の鳴き声さえ聞こえてくる始末です。まだ8月なんですが。おお、ドゥンって動く。さっきまで振り切っていましたが、試しに足元、すぐ足元へ落としてみます。浮きが立ちません。そりゃそうです。流れがあるので、日糸がさっきまでは斜めになってバランスが取れていたのに、下に落としたら立つわけがありません。浮きの位置をかなり、だいたい30センチくらい浅くしました。これでようやく反応がもらえます。今食ってたでしょ。すげえ魚の感触あったのに。これは浮きがスッと入ったので、思わず合わせてしまった一投です。ゴミが引っかかっただけかいなんだか餌が持っていない気がしたので、ヘラグルテン LL ベースにしてみます。LL ベースじゃない、 LL を25、シンベラ底25、あとはイモグルと進化 12.5 ぐらいずつかな。どうしようかな、考えます。浮きの近くに止まっているのはカワトンボ科のハグロトンボ。休んでいる時は羽を閉じていますが、トンボなのでちゃんと羽は4枚あります。なんだか神秘的で不思議な気分。もう全部の虫が怖い。もう全部の虫が怖く見えちゃう。何ですかこいつは。ちょっと5尺のエリアに魚がいないかもしれない。いや、いないことはないと思うんですけど、やばいので X7 尺出します。7尺でちょっとだけ大きいを狙います。そんなに大きにはいかないんですけどね。7尺。竿を7尺に変えてみましたが、水深はというとさほど変わりません。去年ここで釣りをした時の動画を見返してみると、手前も奥もそれほど深さは変わらないようです。
ただ今回は水の流れの速さが全く違います。どのぐらい流れが強いのかって、7尺出して、これ X って固めなんですよ。固めなんですけど、こんだけこれしなってますからね、水の流れで。すごいでしょう。しかしこれだけ強い流れの中で釣りをするのは久しぶりです。竿を伸ばしたタイミングでボディ6センチから10センチにサイズアップして、勝ち時というかめぐるのかんざし浮きよりも浮力がある浮きです。でもこれ当たり分かんなかったですね。こいだ。あら、食ってた？全然当たり分かんなかった。当たり全然分かんなかったんですけど、25センチくらいの鯉が食ってました。やった。船に進化するといいな。ありがとう。当たりは分かんなかったけど、ありがとう。次は船が来てくれるといいなとお祈りした10分後の一投。若干暗くなってきました。今日もやばいです。そうそう、皆さんにお伝えしたいことがあります。いつも動画にコメントをいただきありがとうございます。ほとんどいただいた直後に読ませていただいておりますが、全然返信ができておらず申し訳ありません。せっかくコメントをいただいたのでしっかりと返したい。そう思えば思うほど返せなくなってしまって本当に心苦しいのですが、基本返信はハートマークでいかせてください。あと X のポストでペットボトルをいつも片手で開けてて握力がお化けなのではと言われましたが、いつも先に緩めておいて最後のプシュッというところだけ使ってます。ただ今回コーラを片手で開けてみましたが、なんと開いてしまいましたよ。でも別の日に炭酸水を開けようとしたら片手では開けられませんでした。炭酸水は扱われ方によって誤差があるのかも。そんな毒にも薬にもならない情報を垂れ流してヒット。うん、よいしょ。ここの魚ずいぶん綺麗だな。いやー、綺麗でもないか。うん、マブナさんが食ってました。いや、なんかさっきから動き怪しかったんですよね。チュン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 してたんで。やったぜ、船になった。ありがとう。やっぱりこの時間当たりの数が増えてきました。明確に浮きが動いているので魚がいるのは間違いありません。わお、今当たったよ。ここは水場と陸地の高低差が少なくてちょうど手前が狙えたので5尺を使う想定で釣り竿を組んでしまいました。一応竿を伸ばす前も反応はありましたが、今回ばかりは5尺から入ったのは失敗だったかもしれません。最初からある程度の長さで沖を狙っていたら、7尺と言わず10尺とかそのくらいで狙ってたらもう少し釣れたのかも。たらればです。言い訳です。現在の時刻は18時49分。最近日が落ちるのがだんだんと早くなってきたので、もうすぐタイムリミット。
マブラさんちょっとサイズアップしましたね。22、3ぐらいになりました。さっきの20センチぐらいでした。やったね。ありがとう。いや、25ぐらいあったかな。サイズアップ、マブラさん。その後も浮きに違和感というか、ちょっと動くような当たりはあったんですが、食ってくれない。当たりじゃなかった今の。これだけ流れが速くても口細やモロコがいるくらいなので、もう最高にいい雰囲気なんですけどね。さすがに今回は流れが速すぎて小物釣りの竿を出す気持ちにはなりませんでした。今のは当たりでしょ。ちなみにカメラの都合で暗く見えていますが、実際はもう少しだけ明るいです。それでも夜釣りはしないことにしていますが、ここまで釣りをしたら真っ暗な中片付けをすることになり、大変危険ですので皆様は真似しないでください。そうそう、足がズブッと潜っていった話ですが、今この動画をご視聴いただいているほとんどの人は利根川よりも軽い体重だと思います。なのでまずは潜らない可能性が高いですが、現地で足が潜ってしまう場合やコッパなどの板や竹があればそれを敷くという対処は当然皆さんご存知だと思いますが、それもないような場所ならそこら辺の草をまとめて足の下に詰めてみてください。それだけで応急処置になるはずです。ちなみに利根川の体重だとそれでもダメでした。この時期はガリガリ君の梨味がうまいです。0か100ならダイエット中に食べない方がいいですけど、前の食生活に比べればマシなのでお許しください。いただいたスパチャスーパーサンクスでコーラやロックアイス、そして今回のアイスを購入させていただいてます。いつもありがとうございます。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。最近暑すぎると思ったら評価ボタンを押していってください。ではではまた次の動画でお会いしましょう。